マックス。おっちゃんもすっかりお散歩猫になったね。あ、早い。早いね、おっちゃん。足取りが軽快だね。また吹きのとさらに高くなったね。この木も大きくなったね。また3メーターぐらいになったかな。ねえ坊ちゃん。でここね DIY で埋めようかと思ったんですけど、埋めること自体があんまり良くないんだって。よく木の穴にさモルタルとか詰める人昔よくいたんですけど、ああいうのもね本当はダメらしいんですよね。ああいうのはね逆に悪影響らしい。もちろんどこ行くんだ。今日も行くのかい坊ちゃん。早いよ坊ちゃん、ちょっと待ってよ。早いって坊ちゃん。でも坊ちゃんもねここまでお散歩慣れさせるの本当大変だったんですよ。まずこの猫のハーネスってね着させても最初は歩くことすらできないからね。こういうのでね体を折っちゃうと、猫の体ってね感覚毛っていうのがあって、それが覆われることによってねなんか腰が抜けたみたいになっちゃうんですよね。でまっすぐ歩けないの最初は。ちょっと待って坊ちゃん。で練習してるうちにねだんだんまっすぐ歩けるようになって、今日はこの前と逆ルートだな坊ちゃん。この前はここからそっち行ったのにぐるって回れるようになってるんだよね。でだんだん練習してるうちにねまっすぐ歩けるようになってくるんだけど、坊ちゃんは何しろね警戒心が強かったから、最初のうちはね
お散歩に行ってもね、こういうところで僕がねバキって枝踏んじゃうと、バキって言うとね、もうびっくりしてね、ダーッて走って逃げちゃって、で猫ってさ、ハーネス装着してれば逃げられないように思うかもしれないですけど、突然ダーってダッシュするとね、この持ってるリードを離しちゃうっていうか、手すり抜けちゃうんですよね、ドーって。特に坊ちゃんなんか体大きいから衝撃がすごいから、ここでバキって言ってさ、びっくりしてダーッて走っちゃうとさ、もうそのままリード離れていっちゃうので、そういうことがね、あんまり動画でやると怒られるからさ、動画にしなかったけどさ、何回やったかな、もう2、30回やったよね、はっきり言ってね。到着坊ちゃん、ちょっと休もう。ちょっと坊ちゃん休もう。坊ちゃんだからね、こういうとこに一緒に来るってちょっとね、ほんと最近までありえなかったの。こんな枝がいっぱいあるところさ、去年ぐらいからだよね。僕がバキって後ろで枝踏んだりしても、坊ちゃんびっくりはするけど逃げなくなったの。もう行くのかい、坊ちゃん。だからこんなにね、ちゃんとお散歩してくれるようになったの。もうだいぶ、もう最近というか、こんな風になるまで5年ぐらい練習したかな。ね、坊ちゃん。猫口もそうだったけどさ、最初はまっすぐ歩くことすらできなかったんだから。坊ちゃんもすっかり家猫だね。すごいよ、トトロの森みたいだよ。こんなトンネルあったもんね。今日坊ちゃんあれだね、あの木の下でゆっくりしなかったね。いつもあそこ行ったら一旦休憩して安らいだ顔するのに。多分あと1ヶ月も通れないかな。実はね、ここ僕何度かね開拓したことあるんですよね。最
最初に開拓した時はすごい時間かかったけど、またでもね、春になると草が生い茂って通れなくなっちゃうな。なんか動物的なのがいた。いや、楽しかったね、坊ちゃん。早いよ、坊ちゃん。早いって、坊ちゃん。坊ちゃん、坊ちゃん、待って、坊ちゃん、待って、坊ちゃん、待って。なんだよ、坊ちゃん。急に走り出して、坊ちゃん。よいしょ。今日はいいのかい、坊ちゃん。満足した？ね。はい、坊ちゃん。お疲れ様。今日は意外とすぐ終わったね。ほら、坊ちゃん。よいしょ。ほら、坊ちゃん。離れ行かないよね、告知も夕方だから。